世界一面白いアクション RPG、 これを目標にゲームを作ります。さあいよいよですね、3月に入ったということで、千葉の戦闘体験版リリースまで残り1ヶ月を切ったということになるわけですが、もしかしたらこの動画を見てくれている方の中にもその日をね、今か今かと待ちわびてくれている方もいるんじゃないでしょうか。というか、いてほしいですね。はい。子供の頃にね、ゲーム屋さんに行って、親にね、新しいゲームソフト買ってもらった帰り道とかにね、車の後部座席でパッケージ開いて、取扱説明書、紙のやつね、64のゲームとかだったらね、必ずついてたと思うんですけど、あれをね、もう車酔いしながらも無理やり読んでたのがね、思い起こされますね。あの時のワクワク感ってマジでめちゃくちゃ半端なくて、もう最近ではね、なかなかあそこまで感情が高ぶることもなくなってきてしまったんですが、今日はね、そんなあの頃のワクワク感を再現するかのようなね、ちょっと動画にしてみようかなということで、千葉の操作方法一覧ですね、こちらを改めて振り返っていきたいなと思います。最近の若い子はね、もう取扱説明書を実際に読むなんていう体験をしてないかもしれないんですけど、できれば最後までお使いいただけると幸いです。というわけで早速行ってみましょう。ではまず最初にスタートボタンの使い方から説明したいと思うんですが、いや待てよはいたかよと、そんなもん説明されなくても分かってるよ。スタートボタンは大体どのゲームでもメニューを開くボタンでしょと思ったあなた、ご名答です。スタートボタンでポーズメニューを開くことができます。ポーズメニューという名前が表す通り、ゲーム内の時間が一時停止されます。これは結構重要ですね。ありがたいことにソウルシリーズとね、比較していただくことが多い千葉なんですが、この点に関しては明確に違うポイントの一つですね。しかもその上、ご覧のようにメニューのトップ画面に操作一覧がね、表示されますので、戦闘中に操作方法を失念して困ってしまった場合は、とりあえずね、このスタートボタンを押してもらえれば、なんとかなる可能性がありますので、困った時はぜひ使ってみてください。ただし、あくまでもこのポーズメニューという機能は体験版の仕様に過ぎないので、製品版でもね、同じようにこの仕様が続投されるかどうかは断言できません。もっとも製品版で追加される予定の対人戦においては確実にこの機能は廃止されるでしょうね。ということだけは言っておきたいと思います。それでは実際にキャラクターを動かすボタンをね、紹介していきます。重要なものから順番にね、やっていきたいと思います。まずは何といっても左スティックと右スティックですね。こちらもほとんどのゲームで同じ使われ方しているので、皆さんお分かりだと思うんですが、左スティックでキャラクターの移動、右スティックでカメラの操作という風になっています。一つ注意点を挙げるとすれば、カメラが肩越しで固定されているところですかね。こちらもソウルシリーズとちょっと違うポイントの一つで、例えば左スティックを下方向に倒した時ですね、キャラクターが背中を向けたまま後ろに歩くようになってます。ソウルシリーズとか、あとゼルダの伝説とかだと、普通にキャラクターがね、手前の方を向いて移動することになると思うんですが、千葉ではこの肩越しに固定するという方式を採用しています。これはどちらかというと TPS とかでよく見られるような仕組みですよね。ラストオブアスとか、あとはゴッドオブウォーなんかもこの方式を採用してますね。一応この肩越し視点を採用した理由についてなんですが、そもそも昔はね、肩越し視点とフリーカメラを切り替えられる仕様でした。ですが、それだとどうしてもね、プレイヤーがカメラを切り替える必要があったりとか、カメラを切り替えた瞬間にね、この後お話しするんですが、方向属性というものが全く逆になってしまったりだとか、要はいろいろややこしくなりすぎるというような問題点があったので、肩越し視点オンリーでいこうじゃないかという結論に至ったわけですね。さあ続いては攻撃の方法ですね。やっていきましょう。R1 ボタンと R2 ボタン。この2つが攻撃に割り当てられています。R1 で通常攻撃。R2 が接技というものに当てられています。接技っていうのはざっくり言うと必殺技みたいなものですね。メイと呼ばれる第一エネルギーを糧にして強力な技を打つことができます。このゲームでいう MP っていうのはどうやらメイポイントと読むみたいですね。どちらの攻撃もボタンを長押しすることでアクションが変わってきます。弱攻撃と強攻撃みたいな概念ですね。千葉では弱攻撃のことを側撃、強攻撃のことを銃撃という風に呼んでいます。読んで字のごとく側撃は素早い攻撃、銃撃は重たい攻撃ですね。側撃はその素早さから回避を対応する相手に刺さりやすくて、銃撃はその重たさからガードを対応する相手に効果があります。これらを使い分けるのが重要になってくるというのは言うまでもないと思うんですが、ここにさらにですね、先ほどちらっと出てきた方向属性の概念が加わってきます。登場する方向は上下左右の4種類と、何も入力を入れていなかった場合のニュートラル、
あるいはセンターとでも言いましょうかね、の5種類となります。左スティックをこのいずれかに倒しながら攻撃ボタンを入力することで、さらにアクションが変わってくるわけですね。基本的には右に入力した場合は右から攻撃。左に入力していた場合は左から攻撃してくれると思ってもらって大丈夫です。この後お話しする防御側のアクションとしては、これらの方向属性をしっかりと見極めて対応していくことが肝心ですね。では防御行動に関してですね、説明していきましょう。L1 ボタンと L2 ボタンが防御行動に割り当てられています。L1 でガード、L2 で回避。そしてもちろんこの2つにも方向属性の概念がついてきます。相手が仕掛けてきた攻撃に対して、例えば右から切ってきたのであれば右方向へ、左から切ってきたのであれば左方向へ、それぞれの防御行動を行うことによって、それぞれのアクションが強化されます。ガードの場合は弾きで敵の攻撃を跳ね返し、回避の場合は攻避で素早く敵の攻撃をかわします。相手の動きをしっかりと見ることがね、勝利へつながる鍵になるということで、誰かさんがね、行を怠るなよと言ってくれそうな戦闘システムに仕上がったかなと思います。というわけで今回はね、操作方法について一通り説明させてもらったんですが、いやいやちょっと待てよはいたかよと、丸×四角三角とか ABXY、 それから十字キーはどこに行ったんやと、そんな視聴者の声がねちょっと聞こえてくるんですけど、大丈夫です、安心してください。今日紹介させてもらった7つのボタンとかスティックに比べれば、それ以外のボタンっていうのは正直どうでもいいです。キーボードでタイピングするときにホームポジションっていうものがあるじゃないですか。まさに今日お話しさせてもらった7つのボタンやスティックがこのゲームのね、ホームポジションなんですよ。スタートボタンに関してはね、ちょっと適宜ね、押したくなった時に指をずらしてもらうことにはなると思うんですが、戦闘中に必要な動作のね、ほぼ9割ぐらいは、このホームポジションのボタンたちで完結するようになってますので、これさえ頭に入れておいてもらえればね、体験版を初めてプレイする時にだいぶとっつきやすくなるんじゃないかなと思います。というわけで、その体験版の方なんですが、Steam の方で無料で配信する予定なので、ウィッシュリストにね、まだ入れてないよっていう方はぜひ登録しといてもらえるとありがたいです。では今回はこの辺で失礼します。お疲れ様です。